ウィスカーウッド。雪が降る前日に一気に大規模工事を行い島をぐるりと囲む防壁を完成させた我らがネッツ。そして春になったら大規模お茶会を開くぞと意気込んでたのに春になっても雪が溶けぬ。雪が溶けるまでは残業アイコンを掲げ、休まずキリキリ働くのだー。で雪解けを待ってたら新たなアップデでライトフェリーが追加。今回はバージョン 0.6.185 でお送りいたします。早速フェリーを研究だー。ってこれティアーゼロの施設じゃん。ロープこそ必要だが序盤で使えるやつだ。豪華客船が欲しいけどこれはちょっと期待できそうにないね。それは高望みしすぎだ。博士サクッと研究よろしく。補佐もつけたから即日終わるかな。助手アップデでコンベア上の在庫も在庫上限に含まれるようになったから、その調整注意してね。まあ管理事務所再建したばかりで在庫がバガバだからその調整だけで当分は忙しそう。などとやってたら1日が終了。参道は安定のマックスの4000、島民が500だから1匹最大18だとここで気づいたぜ。よっしゃー、ついに雪が溶けたぞー。お前の言ってたお茶会とやらも開けるな。フェリーお披露目と同時開催で。てなわけで研究待ちの間に植林棟を整備して、高級品配布条件成立。植林棟のみんな、今まで床で寝かせてすまんかった。奥に見えた製品展示場が若干みすぼらしかったので装飾して整えました。安定のゴリゴリ装飾。今回の冬は蒸気機器なかったけど追加でタンク増しまーし。元露天掘りしていたこの世界の最下層。今じゃお城下の採掘現場とも繋がって、作業者も合流して採掘しております。そのうち地盤沈下しそうだ。そうだ、視聴者建てるついでにここを迎賓館にして、フェリーで航行できるリゾートにしよう。悪徳領主、思いつきでリゾート開発する。おら大規模建設だ。残業して切り石を作れー。哀れしきりこう、とばっちり残業。で頭上に残業アイコンを掲げさせたところでフェリーの研究が完了。おっとこのアイコン海軍と船って書いてある。もしや軍船で海賊と戦えるのかも？いや英語でわかりにくいけど、これ原始的なイカダみたいだぞ。まあ建設したら豪華客船は無理でも、ワンチャンヨットくらいは出てこないかな。側方と裏でヨットハーバー工事開始。とりあえず3艘くらい船並べたらかっこいいかな、と思い並べようとしたけどまさかのロープ不足だと？管理事務所止まってた間に全部漁網にでもされちまったかな？マイペースなるブルット、急いで作れ。マイペースでやらせてやれよ。補佐に鈍足の近藤もつけてやるから在庫の補充を頼むよ。ロープは普段余るから扱いが雑だな。それでは迎賓館と接続する、船着き場の建設を始めるぞー。おー。で完成したものがこちらです。完成早いな。まあ時間止めてサクッとやったんで。これで船で乗り付けて、中央のエレベーターで上の大地の部分まで登れるようになったな。それでは白麗海運の初フェリーの航行と参りましょう。設定は航路をアサインするだけで OK っぽいね。イカダの総数5分の1とか表示されてるから、船増やすなら別途材料必要な模様。便利そうだったら増便だね。それでは迎賓館建設のため、切り石保管タワーを解体じゃー。うわ崩すのめんどくさそう。作ったことを若干後悔しております。更地になって切り石も2500個ゲット。資材を贅沢に使って豪華な建物にするぞー。船着き場から登った先には、さらに上の階層に行ける豪華な橋がお出迎え。豪華さを演出するためにエレベーターを2回使わせる無駄設計。賓客である私が優雅に闊歩するために、周囲も美しく装飾します。迎賓館2から爪の主でも招待するのかと思いきや自分自身を招待すんのかよ。遠目で見てバランスをチェック。空中回廊だけでも結構な存在感だ。続いて基礎工事、肥沃な大地が広がってるので、これも活かせるように基礎を作ります。賓客である私の身辺警護がしやすいように、建物の背後は完全に塞いで安全を確保します。誰も襲わねえよ、と言いたいところだけどお前めちゃくちゃ黄金持ってんだよな。マルソックのセキュリティに加入しようかな。さすがにここはサービス提供範囲外じゃね？ここには今回のこだわりポイントの外へ出れる階段。天然地形をあえて残し、散策して自然を楽しむ場所。そしてがっつり基礎工事してから気づく、足場が見えないように設計したつもりがミスっていたと。無理やり追加のアーチなどをねじ込むごまかしの匠。ああもう、作り込む前に2回設計しときゃよかった。ほんと学習しないやつだな。迎賓館にお風呂がないとはこれ以下に。ってことでお水を入れるタンクを設置。だが貯水方法は雨水オンリー。でお風呂をホイットな。蒸気管は私の列車の加速器から持ってきてるぜ。今日が乗ってきたので1階の最奥に玉座を作るぞー。
さすがに王を名乗るのは爪の主が怒るんじゃね？王様ごっこするだけだから平気。ごっこかよ。玉座に君臨する私に拝謁する貴族たちが、座って順番を待てるように椅子もご用意。細かい。がっつり装飾して1階はこんなもんかな？大量の資材と土地をつぎ込んだのに、使える施設が風呂だけの不毛な巨大建造物。続いて2階部分の建造開始、玉座の上は吹き抜け構造でございます。ネズミたちの間では気に入らない奴を突き落とす穴と呼ばれています。そんなことしないよ。賓客である私のお世話係のための家も建設。メイドネッツ。2階の庭園をがっつり造園、シンメトリーにしてフランス式庭園にしました。なお、1階は自然を流用してるからイギリス式庭園になるのかな？解説が疑問形じゃねえか、このエセ設計士が。てへ。そしてここからは白麗式、とにかくライトでギラッギラに光らせゴージャスにするのだー。風情とか関係ねえ、とにかく目立てが彼女のモットー。危ない、視聴者立てるの忘れるところだった。この施設のメイン部分だろ、忘れんなよ。私が死んだら黄金の横に埋めてください。今まで建てる機会がなかった。は？こっちはマリサのね。いらねえよ。建物完成してないからいまいち雰囲気わかりづらいけど、適当に装飾してこれで完成であります。キリーシ4000を消費した巨大建造物をご賞覧あれ。こんな感じになりそうろー。視聴者立てるだけのためにここまでやるあたおかのず。そんなこと言うならマリサにはこの高級リゾート使わせてあげないよ。素敵なお墓も。いや私にも使わせろよ。あと墓はいらねえ。建設時に簡単に説明したけど、こちらの船着き場からエレベーターを使って上に登る設計でございます。登った後は空中回廊がお出迎え。余裕のある空間で、リゾート気分を演出しております。別の角度からもうワンショット。しかしシンメトリーを基調としたフランス様式を採用しているので、逆から見ても変化はなし。そうだった。それでは徒歩の目線で空中回廊を進んでみましょう。そして進んだ先には下へと降りるためのエレベーター。1階の玉座の間に行く唯一の方法。ここにこっそり残してる天然の段差が、自然との調和を表現しています。左下の芝生も降りることで自然と触れ合うことができるのが匠のこだわり。こちらはエレベーター前でございまーす。ご覧ください、見事なまでの土砂降りでございます。天気はどうにもできん。そして奥に進むと王様ごっこを体験するための玉座。もちろんこちらも土砂降りです。使う上に穴開いてるしな。私に謁見したくばこの雨の中、椅子に座って順番を待つのだ。本日の気温は10度。でもご安心ください、王様役の私も雨に打たれております。謁見の場でずぶ濡れで対応する王、斬新だな。つか玉座言うても他の椅子と一緒だ。こだわりの自然を生かしたお庭。しかし自然を残したままなので石が転がっております。転ばないようにご注意ください。あとそこ施工ミスしてるぞ。やべ水道管ミスった。階段を降りた先には金鉱脈もございますので、鉱石掘りのアクティビティもお楽しみいただけます。この島唯一のレジャー。アクティビティで疲れた体を癒すホテルは現在建造中でございますので完成をお楽しみに。以上、視聴者リゾートでした。さあネズミども、フェリーに乗ってリゾートを建設するのだー。ってどうした建設作業車仕事に行かんか。なぜか全員作業なしのボイコット。道が繋がってないかと思ってエレベーターシャフトとかをチェックしたものの異常は見当たらず。船に乗る姿が見たいのにこりゃ困った。よろしい、ならば私がリゾート駅を建設してやろう。いやそうじゃなくて船に乗る姿が見たいんだよ。うるせえ列車の方がかっこいいだろ。こら船舶マニアに怒られるよ。そして列車が開通して無事資材を運ぶ建設作業員を確認。作業なし表示だがしっかり現場に向かってるようで一安心。ボロイカだ。残業の海。こぎ進む。一句できたな。フェリーと呼ぶにはあまりにも貧相。これ今日中に対岸に着くのか？文句があるならお前もこげよ。悪い。イカダの隣を颯爽と進む列車。やっぱり列車は最高だぜ。まあ原因は不明だけどイカダも遅れて稼働しててよかったよ。だな。リゾート開発を急ぐので、伐採担当は建設の手伝いに向かってください。忙しそうな輸送ハブのメンバーも、一部建設に駆り出された。今まで使ったことなかったけど、夜間建設の制作も発令だー。建設作業員もこれで残業できるね。やったね。意味なく複数建ててた船着き場の未接続アイコンが気になったので、開発予定のない島に船着き場建設。そこ行って採取しても運ぶのだるいわ。でかいから遅いから現状使い道なし、見た目だけ整えてフィニッシュです。だな。
さて迎賓館の完成を待ってお茶会と行きたいけど、建設作業員の移動距離がかなり辛い模様。高速列車があってもこの距離の往復はきついぜ。では私が炭焼き用丸太倉庫に切り石と板を運んであげよう。安定のずる技入りまーす。倉庫の受け入れ設定を変更して目の前で撤去して搬入成功。これで工事が少し楽になるぜ。さあ者ども、キリキリ働けー。夜間建設の政策のおかげで夜でも建設してるな。政策施行するための賛同はすでにゼロだけどね。哀れサビザン。お仕事、お疲れしたー。サビザンネズミがぬるっと帰っていった。あとはお風呂と家が少し、これなら明日には完成するかな？長かった島開発もやっとこれで一区切りつけそうだ。大密輸業者さん、今回は256本ですか？8ビット。徴税人も来たけどお魚とソーシング、あと足りない分を雨を足しただけで通常納税完了。前回の踏み倒した不足分1万追加されたけど、それでも黄金どころか丸太も温存の楽勝だったな。まあ私の黄金を狙うようならズドンだよ。この防衛施設の目の前じゃ、徴税人も躊躇しそう。家ができてきてイメージが違ったので少し装飾を変更中。またお前は無駄にライトつけまくって。ド派手が正義。ラストスパートだ、キリキリ働けー。最後の施設、公衆浴場が完成。俺たちやり遂げたっす。マジ意味わかんねえ施設だけど完成させたぜ。ネズミたちもどこか誇らしげであります。めっちゃ愚痴言ってそう。そして大規模お茶会を開催しようと思ったんだけど、この大嵐ですよ。やったねお茶会日和だね。んなわけあるかい、雪解けから1日しか晴れてないよ。雨女が過ぎる。糸かなし。黄金の茶室の巨大倉庫への黄金の運搬ももうすぐ完了。惜しい、あと1本で満杯。まあコンベアにもあるからそのうち1杯になるよ。へっへっへ、この倉庫だけでも円換算で5億相当かな？嵐の中黄金の前でにやける怪しい少女。黄金に寝転び、眺める迎賓館の眺めは最高じゃのー。ネズミたちの汗と涙でできた黄金に寝そべる、これが悪徳漁師様だ。そして今日は480日、新年を迎え、1780年に突入だー。65年スタートだからちょうど15年か、時が経つのは早いもんだな。わずか15年で何もなかった島がここまで大きくなったことを考えると感慨深いね。だな。ハッピーニューイヤーってめっちゃ雨降っとるやないかーい。これでもかってくらい天気悪くて草。春の大規模お茶会のつもりがもう暦が夏になっちゃったよ。つか梅雨明けしてねー。晴れるまでお茶会は延期、それまで残業アイコンを掲げ働き続けるのだー。はい本日も激しい雨です。畜生、雨が止まぬ。残業に苦しむネズミたちの涙雨は止むことなく、こうして無限残業編が続く。かと思いきや翌日晴れました。やったー、晴れた。今夜大規模お茶会を開催だ。みんなに私の黄金を自慢するぞー。夜開催？黄金の茶室完成の御社で無限残業からは解放してあげるけど、日中はちゃんと働いてもらいますんで。サイコさんのネズミは15年連続勤務で休みなし。労働基準監督署にバレるとまずいからそれは秘密だよ。サブロク協定ガン無視の職場環境。それでは天候は晴天、我々の15年の成果を見て回るぞー。お茶会が始まるまでぐるりと島を観光だぜ。まずは初期は適当に植林してただけだったのに、いつの間にか立派な護岸防壁が作られた植林島。昔は応答派の厄介者を隔離してた島だったが、埋め立てて本島と繋がって今じゃうやむやになってるぜ。個室じゃないと機嫌の悪くなる一匹狼のエフィーとか、一応個性に癖のある子はこっちの島で働かせてるよ。エフィーは食堂の看板娘。その食堂の常連さんたちはこの鈴鉱脈現場で働く甲府たち。かつてあった山は消滅し、今も地中深くを掘り進めている。全体像はこんな感じ。肥沃度の関係でデコボコした地形、まだまだ改良の余地がありそうだ。こちら白麗工業自慢の製品展示場でございまーす。がっつり工業区改修して昔の面影が一かけらもない、自動化が進んだハイテク工場。機械工房三人衆は今日もサボり。この島最強格の技術者ゆえに仕事が早く、ノルマをすぐ消化する。なおコンベアーはご覧の通り地獄絵図ですので、もう改修工事とかできる気がしません。おい。物資の搬入室を最適化したため、ネズミたちが作業場に引きこもり姿が見えないのがちょい寂しい。出てくる姿が見れるのは一瞬。護岸防壁との接続部には鳥でもあり、有事の際にはまあ頑張れ。鉱物を上から投げろ。キノコ丸こと食品工場、こちらは工業区ほど最適化されてないので見るからに大忙し。日々大量の食料を加工している。
焙煎所前の投入口が詰まってる。改善の余地あり。まあ倉庫が詰まるレベルで余裕あるって証でもあるね。ポジティブそしてこの大量の魚がある倉庫は燻製出城。おっとあの巨漢のネズミは燻製職人の吉田さんかな？初期の頃からずっと燻製を作り続けた男。その燻製の味は絶品と言わざるを得ない。ごほごほ。おいバカ風向きこっちだ。汚染もろ来てんぞ。燻製出城は嗅覚訓練されたネズミ専用地区。そんな彼らが通勤で使う、スプラッシュマルン庭園。見た目危険だけど、無事怪我もなく運行継続されております。煙の汚染といえば炭焼き防壁。でもこれがないと燃料の継続維持が厳しいね。石炭もまだ余裕はあるけど有限だからな。クリーンなエネルギー開発が望まれます。それは未来で博士がきっと解決してくれるさ。だね。続いて私お気に入りの倉庫要塞とその上の側防塔。やる気満々の無駄に高い防衛意識の塊。倉庫要塞と繋がる護岸防壁はとんがり山に繋がり、これで島をぐるりと囲んでおります。頭悪そうな明るい灯台がここの名所。倉庫要塞の内部はこんな感じになっております。各防壁を攻略してここに侵入できても、上から撃ち下ろせる防御機構が匠のこだわり。本丸から繋がる空中回廊を通ることで、側防塔の最上階の庭園に行ける仕組みもお気に入り。ご神木が植えられた自称神社。今更だけど空中回廊はもっと長くしたかったね。スペースネーシと多いとそれはそれで不便だ。続いて検知作業をして区画整備が進んだのうち道の下にコンベアーが通っており、食品は食品工場へ、甘は二の丸服飾工業倉庫へと搬入されてるぜ。有事の際その農家さんたちを逃がすための時間稼ぎをするとんがり山砦と護岸防壁。だが兵士おらず。最近魚養殖の餌のキノコを生産始めたキノコ栽培砦と、防衛意識高い漁港。これでぐるりと島一周できたな。さてお茶会開催までまだ少し時間あるし、迎賓館でリゾート気分を満喫しましょ。列車を使えばあっという間に到着だぜ。美しい庭園を抜けると視聴者という名の私の別荘がございます。こやつ、完全に市民のものを私物化しておる。誰かさんのせいで文句言う奴は中央の穴から突き落とされると噂になってます。天気がいい日は綺麗な公園をぶらっと歩くのが気持ちいいね。これでもかってくらい設置されてるライトが眩しい。1階部分に並ぶたくさんの石柱も結構見応えあるね。アホほどキリ石使った甲斐があったな。はっはっは、我こそがこの島の王、白霊霊夢である。ごっこ遊びのために玉座作っちゃうのがうちの霊夢さんだ。お墓？掘り起こさなくても金鉱石が見えている。埋葬される前に墓嵐が来そうだな。そんな。さてリゾートも楽しんだし、お城に戻りますか。風呂もあるし次来るときは宿泊でもいいな。でお城に戻り、こちらは三の丸。ここは櫓という名前のマンションや食堂があるあたりだな。ついでに三の丸服飾工業もちらっと視察。ここは狭い場所に無理やり建てたから投入口が少し離れてて、せわしなく働いてるな。ドロップオフを導入すればもっと効率良くなりそうだね。だな。そして二の丸に入りまして、この島の花形食用石切り工の職場でございます。装飾の下に隠れちまってるが、蒸気エンジンを導入した石切り工房が下にひしめいてるぜ。この城の石材を用意した影の功労者。二の丸には職場に通いやすいように社宅も完備。あ、燻製職人の吉田さんもここに住んでるのな。城の兄貴の食堂も近くてここは好立地だね。その城の兄貴の食堂を抜けた先がこの本丸だ不夜城の本丸、ライトに照らされた眠らぬ城。テラス下の開けた空間の噴水が、マイナスイオンを発生させております。めっちゃカビ生えそう。掃除でカバー。こちらは本丸2階、下級ネズミのお茶会会場でございます。こら適当に階級生始めんな。まあこのフロアも迎賓館見えてそこそこ楽しめるよ。ここで飲む高級茶はうまそうだ。3階のフロアはこんな感じで、個室空間を多めにご用意いたしました。狭い空間でお茶を立てる、わびさびのわかるネズミたちに人気が出そうだ。一応ここも景色いい感じ。上に参りまーす。エレベーターを使い最上階の黄金の茶室のある4階へ。エレベーターを降りまして右手に見えますのが、私の黄金でございまーす。汚れ一つ見当たらない完璧な金ピカ。毎夜これを磨くのが私の生きがいでございます。黄金以外の場所はどうなってんだ？黄金を楽しみつつお茶を飲んでもいいし、外の景色を見ながらも飲めるように一応席は用意したよ。海の水平線まで見える絶景、さすが本丸の最上階だぜ。この辺りなんかは港がよく見えるから、徴税船とか来たらすぐにわかるね。逆に徴税船からもこの黄金が丸見え、そのうちよこせとか言われそうだな。そんときゃビーバーけしかけてけじめ案件だよ。
こらこら。さて準備の最終確認もできたし、あとはネズミたちが定時になったらお茶会開催だね。私手ずから茶を立てて皆に振る舞ってやろう。私はこっそり作ったのいちごワインを振る舞うぜ。何それずるい、私も飲みたい。今夜はみんなでお祭りだぜ。そして刻々と時間は流れ、日が傾き、お待ちかねの時間が近づく。ネズミたちも心なしかそわそわして見えるぜ。さあ皆の者、定時になったよ。お茶会会場に集まれー。楽しいパーティーの始まりだぜ。私の黄金の茶室はどうだ？すごかろう。我をあがめよう。ははは、黄金を見せびらかしてないでお茶立てろよ。お茶会だろ。いいのお茶会初日だし、私は10日連続でやるつもりなんだから。秀吉が初日で飽きて中止になった。北のお茶湯みたいになったりしてな。私はやるもん。途中でネズミたちが付き合いきれないと、お茶を海に捨てたりするかもしれんぞ。それボストン茶会事件だよ。アメリカ独立戦争のきっかけじゃん。城建設も終わったんだ。ネズミたちが反乱起こさないようにこれからは優しくしてやれよ。あいよ。お前ほんと返事だけはいいよな。こうして何事もなく楽しい時間は過ぎていった、と思われたが。突入だー。白霊霊夢、業務上横領、労働基準法違反で逮捕だー。うわ突然何事、私は無実だー。証拠を手に持った状態で何が無実だ、現行犯逮捕だ。マジで？私は許可を得てこの島を開発して利益を出して稼いだだけだ。何も悪いことしてないよ。言い訳は裁判所で爪の主の本当まで連行だ。爪の主の主である人間様の私にこのような扱い、許さんぞ。うるさい黙って歩け。うわマジかよ、霊夢のやつがちで逮捕されてんじゃねえか。こうなったってことは、爪の王のやつ、裏切りやがったな。そうこれは、島開発が始まる数日前の話。うわーかわいいにゃんこ。ねえねえ見て見てマリサ、二足歩行で歩くにゃんこだよ。どう見ても知的生命体じゃねえか。慣れ慣れしく触ってやんなよ。こら貴様どこから湧いて出た。王子に慣れ慣れしく触るでない。それよりも貴様毛皮がないだと？キモ。しばくぞ。ああこいつら、人間見るのも初めてのタイプか。こうして絶滅したとされていた人間の突如の来訪に爪の王国は大騒ぎとなり、それは猫の学者たちの目に留まった。その毛並みの模様、あんたの祖先絶対アメリカンショートヘアだよ。人間、実に面白い。過去に人間が残した文書があるのだが読めないものが多くてね。よかったら教えてくれないかい？人間はたくさん人種がいたから文字もたくさんあるんだぜ。少し教えてやるよ。ありがたい。これで古代文献の解読が飛躍的に進むよ。そして一躍時の人となったレイムとマリサが爪の王国で艦隊を受けている間、人類の残した文献が研究された。かつて星の覇者であった人類の滅亡、その理由、実に興味深い。人類の残したこの実験論文の追実験を行うことで人類滅亡の謎が解けるやも。そして研究者は研究発表とそれに伴う提案をした。1960年代、ジョン・ビー・カルフーンはユニバーサル25というネズミを使った社会実験を行いました。これは何不自由ない楽園にネズミを住まわせ繁栄させ過密状態になるとどうなるかを観察していたようです。それの何が人類の滅亡と関連するのだ？このネズミを使った実験結果は繁栄からの滅亡でした。人類も同じく繁栄し滅亡したものと推測できます。なんだと、それでは今まさに繁栄している我ら王族もこれから滅亡へと向かうというのか。そうならないためにも我らは追実験を行うべきです。島にヒゲの民を送り楽園を作らせ観察するのです。この実験の良いところはヒゲの民自身に楽園を作らせることで、実験費用を実質無償で行えることです。楽園を作る過程で徴税を行えば、むしろ王国の糧にもできそうだ。それは良いお考えです。徴税で調整しその過程も観察しどの程度の負荷が崩壊を阻止するのか観察しましょう。人間さんがいなくなった理由が知りたいなら人間さんに聞けばいいんじゃない？なんだお前、ユニバース実験なんてもん調べてたのか。あれ当時の人類でもネタ実験扱いされてたぞ。ではなぜ人類は滅亡を？ググレカス。くさそんなことよりもこのネズミの島開発、これ面白そうじゃん。私にやらせてよ。古の人類が手伝ってくれるのか。これは面白い。どんな道の街ができるのだろう。いやこの世界の技術しか使わねえよ。文句あんなら SF のブループリント持ってこい。まあそんなもんなくても私がすんごいの作ってあげるって。それは頼もしい。こうしてレイムたちは島開発の承認を得た。そして時は進み、レイム逮捕数日前。例のユニバースヒゲの民の件ですが、ついに島開発が完了したようです。それで繁栄からの崩壊の兆候は出てきているのか？いや島開発に行かせた赤い方の人間がヒゲの民を酷使しているせいか、何不自由のない楽園で地獄のような労働をさせられ、地獄と楽園が混在したような環境になっているようです。では過密した楽園が崩壊をもたらすのかが観測できないではないか。楽園は完成しているのですがこれは困りましたね。さあ、人間さんを島から連れてくれば
それは明暗です王子。日程の話によると赤いの、かなりの黄金を溜め込んでるそうだ。我が騎士団で押し入りついでに強制徴収しましょう。それは良い、王国の国庫も潤う、早速実行せよ。はは。意義あり。あれは私の黄金なの、私が磨いたの。数時間に及ぶ霊夢の自己弁護による裁判、しかしその判決は、判決を言い渡す、明後日、公衆の面前で、その最新式の身長を伸ばす機械で身長を3センチ伸ばしてもらおう。いやー、みんなの前で綺麗になっちゃう。刑の執行まで留置施設に収容せよ。出せ畜生、私を閉じ込めるなら黄金の鉄格子にしておらこうなったら突き指覚悟の本気パンチじゃー。おいバカ、小焼物派存在も追加だな。さっさとずらかるぞ。嘘、マリサ迎えに来てくれたの？釈放されるには身内の迎えが必要だろ。まあ脱獄になっちまったが。マリサ？一体何の音だ？大変だ、赤い人間が脱獄したぞー。おいなんでお前が前乗ってんだよ。後ろ乗れよ後ろ。いいじゃん、これ前から乗ってみたかったんだよ。ほんとお前は自分勝手なやつだな。てへへ。そして霊夢たちは爪の王国を脱出し、けじり案件じゃこらー、書き込みじゃー。骨みたい。ゴリゴリほーい。うわビーバーたちを巻き込むんじゃねえよ。てかなんでビーバーもやる気満々なんだよ。ダイナマイトで爆破してやる。もうお前完全にテロリストの類だぞ。良い子も悪い子も逆ギレしてもビーバーをけしかけちゃダメだぜ。マリサお姉さんとの約束だぜ。者ども、かかれー。こうして爪の王国は霊夢の反撃により、大混乱の時代へと突入したのであった。そして霊夢がいなくなったネッツの島は繁栄を迎え、主催者不在のまま大規模お茶会という宴会が続いた。やったー、もう残業しないでいいぞ。俺たちは自由だー。なぜか爪の主の船も来なくなった。私たちはなんて幸せなのかしら。皆が自由を謳歌し働きたい者は働き、遊びたい者は遊びそこには笑顔が溢れていた。この高級茶葉の深い風味、見事な焙煎具合だ。満開の甘畑で食べるジャムパンは最高ね。藤高先生、どうですか私の立てたお茶は。所作の一つ一つに気遣いが感じられました。ここまで技を磨かれたことを誇らしく思います。ありがとうございます。自由を得て自分の茶道を探求する者。ガッハ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 ー、今日も燻製がうめえ。やっぱり燻製は最高だぜ。自由を得て好きなものを作り続ける者。私は優勢のステラ。今日もみんなに笑顔を届けるの。自由を得ても皆のために資材を運び続ける者。今日の兄貴、なんか食わせてくれー。おうちょうど新作のスープができたぜ。好きなだけ食え。新たに未知の料理を創作する者。そして一人研究に没頭する者。この世界は不思議で溢れている。この島の島民は移民でしか増えることがない。僕も移民として爪の国で育ち、訓練を受けここへ送られてきた。僕はたくさんの子供たちをまとめられた施設で大人たちに世話をされ成長した。故にわからない子供たちがどこから来たのか。この問題は非常に重要だ。移民船が来なくなった今、島民は増えない。それはこれ以上この島が発展できないということ。こんにちは博士、どうしたの？私に用事って。来てくれてありがとう。先祖が忍者のマヨさ。今悩んでる研究の答えを君なら知っていると思ってね。何かしら？私が知ってることって。君は自分の先祖が忍者とルーツを知っている。僕は親という存在を知らないけど、君には親がいたのかい？親？私の親は極東の隠れた島で暮らしてるわよ。実は私、爪の国の文化を見てみたくて移民船に密航してきたんだよ。それはすごい。ならば君は知ってるはずだ。ヒゲの民の増やし方を。ぜひとも教えてほしい。ちょっと、女の子に何言わせる気よ。聞いちゃまずいことなのかい？でも僕は知りたいんだ。その技術を。陰謀よ。それ以上は愛する者同士じゃなきゃ教えちゃいけない掟なの。はい。確か古代の人類のシェイクスピアという人物の本にそれに対する記述があったような。そうなの？どんなお話？それは。そして楽しく談笑する二人に隠れ聞き耳を立てる者。博士、貴様は禁忌を犯す気か、ヒゲの民を勝手に増やそうなどと、爪の主への反逆だぞ。トシ君、君は研究所への立ち入りを禁止されたはずだ。僕の研究に口を出さないでくれ。自由を手に入れ平和に見えていたこの島に、少しずつ陰りが見え始めていた。そんなわけで、女子君が突如押しかけてきて大変だったんだよ。それは、災難だったわね。応答派の彼女が激怒するということは、僕の研究は、おそらく爪の主に不利益になる内容なんだろうね。彼女は管理事務所の管理者で爪の主たちとも連絡してたようだし、今夜にでも家を調べてみるわ。そんなことができるのかい？できるわよ、民法でね。すごいね民法。便利だね。
ごめんね女子ちゃん、忍法こそ泥の術。私は文字が読めないけどこの大事にしまってる漢字、おそらく爪の主からの書状ね。はい博士、女子ちゃんの保管してたものよ。多分これが関係してるんじゃないかな。何々ユニバースヒゲの民計画、過密環境での楽園実験。おう、少しは役に立ちそう。少し待って、熟読しないと何とも言えないけど、もしかしたらこれはこの島の根幹を揺るがすものかも。またまた、そんな大げさな。しかし博士の危惧した現実は、少しずつ迫ってきていた。珍しいな服飾の旦那、あんたがハサミ以外のもんを欲しがるだなんて。僕の武器はハサミだけど、なんだかこれが必要な気がするんだ。最近武器作れってやつが多いぜ。俺は撃つのが面白いからいいけどよっと。おい、ありったけのパンをよこせ。なんだい急に、横柄なやつだね。たくさんあるんだから好きなの持ってきなよ。数時間後、俺にもよこせ、俺にもよこせ。最後の一個は私んだよ。もうないから文句あるなら自分で焼きな。ふざけるな。食べ物を出せー。可愛いお洋服も、公衆浴場が冷たいぞ、燃料も出せー。何もせずとも備蓄を使い遊びほうけていた民が、ボートへと変貌するまでに時間はかからなかった。ここは汚染の風向きではないはずなのに。大変よ、街が燃えてる。私は、木森の担当もしていたことがあるわ。火を消しに行くわ。僕も手伝うよ。そして二人は走り出す。これが助手の穴とも知らずに。資材管理をしていた私は知っている。この騒ぎの元凶は博士だ。あいつを捕まえるんだ。博士の野郎が食料を隠したのか、ひでえ野郎だ。許せねえ、捕まえてとっちめてやる。丸太は持ったかー。何が起きてんのかわからねえすけど、俺杉原さんについてくっす。俺にも何が起きてるかわからねえ。でも俺の焼いた燃料で火遊びすんのは許さねえ。行くぞらー。おー。各々が自身の感情で動き、そこにはもう秩序はなかった。いたぞ博士だ、俺のジャムパンを返せー。止めたまえ。今は火災を消火するのが優先事項だ。俺たちは知ってるんだぜ。この騒動の犯人がお前だってな。何を言っているんだ。博士、開拓初期から先頭に立って開拓をしてたあんたがこんな騒動を起こすとは思えねえ。俺はあんたの味方につくぜ。自慢の頭で打開策を考えるんだ。ジョーの兄貴。この騒動の中、消火活動なんてできないわ。あなたの頭脳はヒゲの民の希望。逃げて、私の故郷の東の海へ。君を置いてはいけないよ。まだ忍法についても教えてもらえてない。いいから行きなさい。落ち合えたら忍法も教えてあげるわよ。わかった。必ず向こうで落ち合おう。食料がないなら昔みたいに俺が工夫して生魚を調理してやる。暴れるのをやめるんだ。俺はジャムパンが食べたいんだ。もう生の魚なんて食えねえよ。くそ、贅沢を覚えやがって。危ねえ、グー、こんな小さなメスにまで手を挙げるんじゃねえ。うるさい、ジャムパンが出てくるまで、俺は暴れるのをやめないぞー。誰だジョーの兄貴に怪我させたんは、煙でいぶして燻製にしてやらー。燻製職人の吉田さん。文句があるやつはかかってこい。俺が相手になるぞー。崩壊した楽園で新たに生まれた絆がそこには確かにあった。かつては先生と呼ばれ慕われていた彼女は生徒の報復を恐れ、引きこもっていた。もう楽園は崩壊し、安全な場所などないのだ。見つけたぞ博士。貴様の思想は危険すぎる。ここで貴様を倒し全てを断ち切ってやる。僕が探求を止めることはない。それがヒゲの民のためになると信じているから。この反落者風情がー。ごめんよジョシュ君。僕は行くよ。ユニバース計画の、その、先に。そうして博士は研究中の漁船を持ち出し、数人のヒゲの民を連れ島を脱出した。僕は脱出できたが、彼女は無事だろうか。その優秀な頭脳の中は、一人のメスのことで埋め尽くされていた。そしてまた彼女も彼を思い脱出を目指した。城が崩れ落ちる中そこは愛が生まれていた。吉田さん助けてくれてありがとうな。あんたがいなかったらやばかったぜ。ガハハハ気にすんな。まあ燻製でも食おうぜ。海水で塩気がいい塩梅だぜ。本当男ってバカで、私がイカダ用意してなかったらどうするつもりだったのよ。マヨ様に感謝なさい。つうかあんた誰だ？初顔だな。忍者は名乗らんでござる。なんじゃそりゃ。そうして数日の漂流の末に匹のネズミは再会を果たし、互いの生存を喜びそして愛を誓った。あら、あなたの研究の集大成を昼寝しちゃったわね。忍法、実に素晴らしいものだったよ。これはもっと深掘って研究をしないと。もう、昼間っから何言ってるのよ。ごめん冗談だよ。その後博士は文字通りネズミ山式に子孫を残し、後のヒゲの民の王国の基礎を築き上げた。その王国の名前は、ビヨンドユニバース。